in hand, building a car filled with dreams. Gioros camper van, the day of completion has come. When the engine starts, freedom spreads. Let's drive on roads not on the map. キャンピングカーに乗り続けること30数年、年齢とともに旅のスタイルも変わってきた。今の旅に合った理想のキャンピングカーが欲しい。そこで作ってしまえということで、このバスを手に入れた。はい、皆さんこんにちは。先日ね、このまだ未完成ではあるんですが、このバスで1週間の長旅、1週間なんでね、長旅と言えるかどうかわかんないですけど、連続で車中泊の旅に行ってきたんです。で、いろいろ試してみて使ってみて、ここは良かったなとか、ここはもうちょっと改良した方がいいなとか、ここは早く完成させちゃわないといけないなとかっていうところがいろいろあるんですけども、その一つですね、あんまり急いでやる必要性のない部分なんですけども、部品が即届いたということで、それからやっていきたいと思います。どこを改良したいかと言いますと、クラクション。これね、バスこんなに図体でかいのにね、クラクション鳴ってるか鳴ってないか分かんないぐらいのね、クラクションと言えるのかな、ブザーですよね。ピッピーっていうなんかブザーがついてるんですよ。鳴らしても気づいてもらえないぐらいのブザーなので、それをなんとかしたいなと。旅の間にね、こうプップッってやってもなんかピッピッ、気づいてくれへんやんってことがありましたんで、前から音は小さいなとは思ってたんですけど、ブザーをクラクションにしたいと思っております。でね、いろいろちょっと探してみたんですけど、おっちゃんはね、ベンツホーン好きなんですよ。で、前のハイエースもその前のハイエースもベンツホーンつけてたんで、それをもう一度この車にもつけたいなということで買いました。いろいろ探したんですけど、24ボルトのやつって作ってるのは作ってるみたいなんですけど、なかなか手に入らなくてですね、で仕方ないんで12ボルトのやつを買ったんですが、どのように12ボルトでなるようにしようかなと思って考えたんですが、24ボルトの線がねここへ来てるので、このブザーのところにね、それを使ってわざわざ12ボルトを別にね引っ張ってくるのもめんどくさいですし、デコデコでもかましてうまいこといくのかなと思ってちょっと試してみました。そうするとですね、デコデコの立ち上がりや立ち下がりの時間ですね、気になるほどではないですし、そういう使い方をしたらデコデコがねすぐ壊れちゃうのかどうなのか分かんないですけど、普通になるので、電流もですね12ボルトだったら結構流れるんですけど、24ボルトだったら4アンペアぐらいで収まってるようなので、ここに出てるね24ボルトをそのままデコデコにかけて12ボルトに落としてね、クラクションの方につないでいこうかなと思っております。それをね今日はやっていきたいと思います。届いた、クラクション、こちら12ボルトの 290Hz と12ボルトの 345Hz という和音って言うんかどうか知りませんけどね、2種類の音が鳴るやつです。前のハイエースにもこれ同じようなものをつけてたんですが、もうねさすがに18年使うとねサビサビだったんでね、それはそのままつけたまま売っちゃいましたけども、はい、これ新しいものを買いました。それで先ほど説明したデコデコ、これですね。インプットが15ボルトから36ボルト、アウトプットが12ボルトの20アンペア、240ワットまでいけるというものですね。ちょっと余裕を持ったやつを買いました。負荷をね思いっきりかけたままで元の電源を入れたり切ったりするので、余裕を持ったものにしときました。でこれをつけてつないでいこうと思います。
これねバス今ここフロントグリル外したんですけども、これですよ。これなめとるでしょ。この図体でこれもう完全にクラクションではありません、ブザーですね。これをさっきのやつね変えていきたいと思うんですが、箱に入ってたら大きさわかんないんですけど、これですよ。1個がこれ2個つくんかな。これねどっかねつけるとこあります？ここちょうどネジ穴合うとこあるで。こんな感じでこことここにつけましょうか。いいネジ穴がついてるじゃないですかね。これでいきましょう。ここね、このネジ穴とこっちのこのネジ穴ね、ちょうどぴったり合いそうなんで、これでいくことにしましょう。そしてデコはこれ配線がね、これね、こっから配線が来てこれだと思うんです。これつながってますね。ここね、こいつがつながってるんで、どうかこの辺にデコをぶら下げといて、そしてこっちにこう配線持っていくようにしましょうか。これね若干こう車の前方がこっちね前向きに斜めにつくように、この金具をねちょっとこう曲げてこんな感じでねつけようかなと思います。そしてちょっと金具をこれ外したんですけども、これね万力で挟んでね、これぐらいの場所40ミリぐらい、ちょっと穴の位置がね、これ2枚鉄板2枚重ねてあるので、これちゃんと閉まらへん。なんでこんなに何が邪魔をしてるんや。ここのネジが緩んでるわ。はい、そしたら曲げます。簡単に、こんな簡単に曲がってええの？ちょっと穴がこれでずれるかな。大丈夫？曲げたやつね取り付けてみました。こんな感じですね。これでねちゃんとつくのかどうかはめてみましょうか。ええ感じじゃないですかね。ちょっと2枚の板がずれるんで、ちょっと穴広げといた方がいいかもしれないですね。そしたらもう1個のね、もう1台の方も加工しましょう。これちょっと穴広げときますね。はい、そしたら2つとも穴広げました。そしたらここねちょっとタッチアップしておきましょう。黒がスプレーしかないので、なんかないかな。こんな感じで。
そしたらねケーブル作っていきたいと思います。で取り付け幅がね28センチぐらいで15センチぐらいあればいいので、これで28センチで15センチ取って28センチ取って15センチ平木星ねつけていきたいと思います。あ、しまったパンツ入れてから先向けばよかったですね。もうちょっと細い線にしようかな。1個5アンペアいいのがあったわ。これで十分やね。こっちにしましょう。これつけとったやんこっち。なんてことや。もうやらかしてばっかりですね。もう暑くてぼーっとしてるんですよ今日はね。そしたらこっち側違う、こっちこれをつけるんやけどコルゲートチューブがあるかな。よいしょ。そんなね細いコルゲートチューブがないんで、これね、この布の保護用テープ巻いときます。これはねもう車の外なのでしかも前でフロントでねもろに雨風を受けるとこなんで一応保護しときましょう。ここはもうハンダでつけちゃいましょうかね。はい、そしたら一応防水ブチルゴムテープを巻いときます。はい、そしてビニールテープね、粘着がベトベトしないやつ巻いときます。あ、教会の鐘が鳴ってますね。そしたらここを先に巻いとけばよかった。はい、これでケーブル出来上がり。そしたらネジをこれ8ミリぐらいかな。あれ？お、
硬いぞ。これピッチが違う。でもマジでステンやから、ステンじゃないネジで。ただ硬いだけではなさそう。違うな。これは閉めるとやばいな。ちゃうな。インチやな。16分の5かな。うわ、参ったな。ちょっと硬いネジやったらマジでいかへんやつやな。無理やな。無理ですね。2ネジぐらいかかるけど、その先いかへんということはやっぱインチか。ということはこれもインチ。若干太さが違う。これでもピッチは合うてるよな。いや、いけるんか。マイクロメーターとかないからな。そしたらつけていきましょうか。こっから入らへんの？はい。これね、ネジインチかなと思って比べてみたんですけど、やっぱり8ミリみたいなんですよね。どこまで行ってもピッチが一緒なんで。古いやつっていうかブザー。これまたネジが違うやん。メガネ取ってこようか。はい。これ両方丸じゃないからメガネじゃないな。これはマイナスはボディアースですね。そしたらこれをどうつけようかな。こうつけたいね。アース側はここでアース落とさんとダメなんで、プラス側、そしてプラス側がこの端子なんですよ。これギボシの押す側をつけたらいけるかな。丸端子。はい。それでこれに刺して、
粘着がねちょねちょしいひんビニールテープで留めておきましょう。で保護テープ巻いてきます。こんな感じでネジをこれはい、これで一応できましたね。こっちとこっちにこっからね、これで 24V を 12V に落としてます。これアースがちゃんと取れとうかな。ちょっといっぺん鳴らしてみますか。なれへんし。今ねリレーがもう全く動いてないんで、これとアース接触してみたんですけど、本リレーが動く気配がないんですよね。はい、そしたらね、もう原因がこっちではないと。もうそもそもねクラクションが動いてない、クラクションの、リレーが動かないんで、原因はこっちではないと。多分車検の時にならなくて大慌てした時にそういうことが起こってたんでしょう。多分ハンドルのとこの接触不良かなんかじゃないかなと思うんで、もうこっちは閉めて片付けます。はい、ここほったらかしとったらね飯にも行けないんで。重機これやね。あれこれアダプターがないと。外れました。でこれが接点、そしてこれがアース、ここやね。ということはこのハンドルのこの接点がダメだということで掃除しましょう。これね、まあ車検の時にもね接触悪くてならなかったんですよ。まあそういうこともあらあな、こんな感じやもんね。接点復活剤こっちにかけとこうか。
これちょっと汚いな。これも洗おうか。ちょっと洗ってきます。洗って乾かしてきました。そしたらちょっと再度接点復活剤を置いときましょうね。治ったかな？治らへんのかい。なんで？うんともすんとも、これ接点が当たってない。接点が当たってないんか。接点復活剤の問題ではない。ここのこいつの先がこれね、これの先がすり減ってほぼ当たらないということになってることが分かりましたんで、これをねなんか継ぎ足して長くするしか方法がないんですよね。この下の部品ね、これおそらくこのハンドルのここのスイッチ部分一体のパーツだと思うんですよ。そうするとこれを変えると相当高くついてしまうので、これをねなんとかしなきゃダメなんです。どうするかな。ちょっと何か部品探してきます。こんな部品を見つけました。これのね、ここの穴が若干なんですけど小さいんで、これを削ってあそこにかぶせられないかなと思ってます。そして頭飛ばしたらこの分が長くなるんでいかれへんかなと思っております。ちょっとやってみますね。これ今ね、ここ穴を 5mm のドリルで開け直して大きくしてきました。ぴったり 5mm ではまりました。そしてあとここですね、この辺の切断、これを切断したらなんとかいけるんじゃないかと思っております。はい、これでね今カットしました。こんな感じでどうでしょう。これね、ここに入らへん。さっきは入ったんだけどな。入りました。これでどう？これでどんな？ハンドルステアリングを長すぎる？大丈夫？長すぎるか。ちょっと長すぎる感がありますね。じゃあもうちょっと長さ切ってきますね。はい、これ切ってバリを落としてきました。はい、ステアリング合わせてみます。下には余裕ありそうですね。これでどうでしょう。大丈夫やね。
したらここのネジを締めて完了ですね。OK、 完璧です。治りました。はい、ここがね原因だったんですね。車検の時もね。そしたらちょっとエンジンをかけてハンドルをステアリングを回して変な音しない？大丈夫？大丈夫やね。OK です。はい、これで完璧に治りましたね。皆さんグッドボタンお願いします。はい、というわけでね、今日はね、もともとブザーがついてたのをおっちゃんの大好きなベンツホーンに変えました。いざつけてね鳴らそうと思ったら鳴らない。よくよく考えてみたらね、車検の時に鳴らなくて焦ったということがありました。直すことができて鳴るようになりましたんでね、これで次の車検も安心かな。旅に出てね、いろいろ気づいたこと他にもあるんですけど、これから順次ね直したり作らなければいけないところは急いで作ったりね、 DIY の方を進めていきたいと思いますんで、また次の動画もぜひ見てください。それでは今日はねこの辺にしたいと思います。それではさよなら。車中泊、キャンプ、旅、登山などのアウトドアの動画はサブチャンネルにアップしています。こちらのチャンネルもぜひ見てくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。